家の中の緊張は静電気のようにパチパチと音を立てていた。ジョンとサラは結婚して5年になるが、彼らは無言の戦争に閉じ込められていた。それはなくなったシリアルから始まり、消えたチーズへと進展し、最終的にハマるごと1羽のローストチキンの消失に至った。夜の静寂の中でささやかれた彼らの非難は、空気の中に重く漂い、互いの間にゆっくりと根を下ろした疑念をさらに煽った。几帳面でルーチンを好むジョンは、サラが犯人だと確信していた。彼は彼女がこっそりとクッキーを1枚多く取るのを見たことがあり、その目は罪悪感に輝いていた。一方、サラは深い裏切りの痛みを感じていた。ジョンは彼女の助けなしにはポテトチップスの袋さえ開けられないと主張していた男が、今や彼女を食べ物を盗んだと非難しているのだ。ある金曜日の夜、ジョンはデスクに座り、コンピュータの画面の光が彼の顔を照らしていた。彼はプレゼンテーションに夢中で、周囲の世界には気づいていなかった。最終スライドをクリックした瞬間、柔らかくてためらいがちなニャーという声が静寂を切り裂いた。最初はそれを無視し、幻想だと思った。彼は疲れていて、ストレスを抱えており、少し狂っているのかもしれなかった。しかし、再びニャーという声が聞こえた。今度は近くから、まるでコンピュータの中から聞こえてくるようだった。ジョンは凍りつき、心臓が一瞬止まった。彼は耳を金属のケースに押し当てて、さらに近づいた。もう一度ニャーという声が聞こえた。ほとんど聞こえないが、間違いなくそれだった。彼は慎重にコンピュータの蓋を開け、その目は驚きで大きくなった。ハードドライブとマザーボードの間に、小さなオレンジ色の子猫が、手のひらほどの大きさで彼を見つめ返していた。大きくて明るい目を持ち、毛はほこりと汚れで絡まっていた。子猫はチューチューと鳴き声を上げジョンの心に訴えかけてきた。その発見のショックは、数週間にわたって高まっていた緊張を溶かした。ジョンの頭の中は混乱していた。子猫はどうやって入ってきたのか、なぜ彼のコンピュータの中で寝ているのか、そして、どこで食べ物を手に入れていたのか。突然彼にひらめきが訪れた。なくなったシリアル、消えたチーズ、盗まれたチキン、すべてが今、意味をなした。この小さな生き物は彼の手のひらほどの大きさで彼らのパントリーから食べ物を盗み、どうやら彼のコンピュータケースの中に快適な住処を見つけていたようだった。彼は子猫を優しく手にすくい上げ、その小さな体は彼のぬくもりに震えていた。彼はその無邪気で脆弱な小さな生き物を見つめ、見捨てることができないと知った。今やそれは彼の責任だった。ジョンは子猫を獣医に連れて行き、健康で少し栄養不足であることが確認された。彼はその子猫にジャスパーと名付けた。毛の色にちなんで、日が経つにつれジャスパーは彼らの家の一部となった。ジョンが仕事をしている間、膝の上で丸くなって寝ていて、そのゴロゴロという音は心を和ませるメロディーだった。サラは最初の疑念が楽しさに置き換わるとジャスパーに餌を与え始め、彼女の心はその優しいニャーの声に伴って柔らかくなっていった。動画をご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録をお願いします。